そうですね。幾人かの有力者が味方についてくれることになりましたが、数で考えるとまだまだ夏希ちゃん側には負けていますね。空様のお味方に馳せ参じた中心は越後の正気様と呼ばれる斎藤友信殿、上城上杉家ご当主上城正成殿ほか数名というところですぞとや。でも夏希ちゃん側には北条高弘殿を中心に上杉憲政様、本城明長殿の他にも多数の実力者が味方したようなんです。ある程度は。じゃあお頭のために一人一人ご説明しますね。まず越後の正気こと斎藤友信様ですけど、この方は三九様の側近にして武勇の誉れ高く人望もあり、名声は畿内まで及んでいる方です。はい、友信は今回の騒動の直後に誰よりも早く私に味方すると宣言してくれました。はい、斎藤友信様は忠義一徹、仁愛深く民百姓たちを慈しむ越後が誇る名将の一人です。その名称が空様についたと。でもザクロさんや松葉さんは中立の姿勢を貫いているのですよね。次に上城正成様ですが、上城上杉家は三九様の母上とは敵対していたお家柄です。三九様の代になって家督を相続し、以降忠誠を尽くしておられるとのこと。それに確か上城家当代は空様の姻戚でしたよね。はい、その縁から味方を申し出てくれました。次に敵方の有力者ですが、北条高弘さんは先の春日山城での戦でも敵方についていたようですね。どうやらそのようです。理由は分かりませんけど。北条は裏切りの常習者なのですぞ。どーん。武将としての器量に優れてはいるのですが、人となりが粗骨者で下先三寸で騙されることがよくあり、なんだか憎めない人なのです。家中でも北条ならば仕方ないと言われるぐらいよく裏切る粗骨者なのですぞ。上杉憲政様は山内上杉家の当主であり、先の関東管領様ですね。兵力という意味では少ないですが、箔という意味では越後でこれ以上の名家はないかと。則政様が夏希ちゃんについたことで、夏希ちゃんを次の関東管領と見定める人も出てくるでしょう。正直厳しいことになっています。それもこれも裏で北条が暗躍してるからに違いないのですぞ。おこ越後のあちこちで直八幡が目撃されているとの情報をこの越後きっての大軍師アイナ兼続は掴んでいるのですぞ。どやん。これほどまでに勢力に差がついてしまったのもこのアイナのせいなのですぞ。空様、誠に申し訳もなく。そんなことないよ。アイナが一生懸命に皆を説得してくれたことちゃんと知ってるよ、私。空様、夏希ちゃんの勢力が
どれだけ大きくなろうとも、私は絶対に諦めない。この戦に勝って越後の未来を盤石にするって私心に決めてるの。だからアイナ、私に力を貸してね。クー様、この越後きっての帰郷に樋口愛菜兼次は一生クー様についていきますぞ。しかし逆に今の段階でこのような状況に至ったのは良いことなのかもしれませんね。今回の件、その発端は北条方から後継者を決めるための場を設けろという横車により始まりました。そして北条が作ったその場で北条方の思惑を裏切る結果を出してみせれば。あ、そっか。北条型は何も言えなくなるんだね。そうです。越後の内乱に乗じ勝てると踏んで仕掛けてきた戦ですが、思惑とは違う結果が出てしまえば北条型は何も言えなくなるでしょう。なるほど。この戦でクー様が勝てばミク様の正統後継者として北条型も認めざるを得ない。そうです。何せ自分たちから言い出した後継者決定戦なのですから。やりがいがあるってことですよ、お頭。でもお気持ちは嬉しいのですが、私できるだけ自分一人の力で何とかしたいって思ってるんです。お味方になってほしいと言い出したのは私なのに、すごく失礼なことをしてるのは分かっています。でも私とアイナ、そして私たちのことを応援してくれている越後の者たちのために、私は私自身の力で越後の主の後継者であることを証明しなければならないんです。だからそのつもり？ありがとうございます。私たちは軍備を整え、敵拠点となっている御館の偵察を行います。そして相手が万全の状態になる前に決戦を仕掛けるつもりです。クー様は拙速を選びましたか。良いご判断です。時を置いても兵力の差が縮まることはないでしょう。私もシノと同意見ですね。お二人のような知者にお墨付きをもらえて、なんだか自信がつきました。アイナ、準備をお願いね。ぎょいでござりますぞ。ドーン。
5000。城一つ建てられるほどの金額ですの。豪気なことね。さすがはカモの神座と言うべきでしょう。してローザの方は。ローザは越後の水運を抑えている重要な座です。引き続き交渉を続けなさい。周辺の神社には協力を取り付けている。適当に分縮させておきなさい。野戦5000貫、それに黒人衆10名と兵1000がこんなにも簡単に。戦とは兵のみで戦うにあらず、多くの者に勝てると思わせ協力させるための根回しが必要なのです。必勝を目指し、多方面に手を打って盤石の体制を築く。そのことを覚えておきなさい。はいですの、お姉様。さあ、これで終わりではありません。次の手を打ちますよ。おお、春日山の城下町は以前に比べて格段に活気が出たね。ええ、町人たちの声も弾んでいるわね。以前の暗い雰囲気が嘘みたい。主変われば空気も変わる。敵ではあるが安堵ひとしおだね。またそんなこと言って。勝敗は陛下の都合ってね。日々生きることに邁進している庶民の皆様を巻き込むのは好きじゃないのさ。そうね。ところで恋気づいたかい？ええ、城下町のあちこちに草の気配が多数ある。これってもしかして。相模の鬼姫の手勢が大半だけど、ちっとばかし異質な人の気配も感じるね。あ、この気配って。一つ引きの中堅だろうね。もうちょっと情報を集めたかったんだけど、見つかってしまうと厄介だ。そうね、ひとまず下がりましょう。そうしよう。しかしまあ、かの人はどうも動乱に愛された運命のようだ。厄介だわ。で、町を出てどうする？しばらくは事態の推移を見守ろう。この前哨戦、どうやら波乱に満ちたものになりそうだ。どやーですぞさすがに少し厳しくなってきたね。厳しいどころの話ではありませんぞ。まさかここまで差がつくとは。大丈夫、まだまだやれることはたくさんあるんだから、一緒に頑張ろうね。どやー、さすがです、さすがですぞ空様。それでこそ越後きっての器量人でございます。アイナは感激のあまり胸がドヤドヤして止まりませぬぞ。決戦まであと10日ほどでしょうが、その間にこの越後きっての義兄人樋口アイナ兼続が必勝の策を練ってみせますぞ。どや？互いの兵と物資の集まりを見れば、それくらい一目瞭然でありますぞ。どや？驚きました。確かに私と雫の見立てでも決戦は10日ほど後になるだろうと予想していました。兵の集まる速度を考えると、信頼できる兵はそろそろ打ち止めとなり、今後は日和見の諸将が群がってくる頃合いでしょう。となれば次は相手側への諜報活動の活発化と切り崩し工作、それが一段落したところで決戦という流れだろうと篠と話し合っていたんですよ。
まさかアイナさんに言い当てられるとは。ちゃんと考えていらっしゃったんですね。だやー。兵の数はお盾方よりも3割ほど少なく、将の数は4割ほど少ないのが現状ですね。たとえ数で負けてはいても、越後きっての義兄人樋口愛名兼次がおそばにお控えしておれば、将の質とて倍率どや。さらにどやって無敵でございますぞ、空様。お盾と春日山の間で決戦ができそうな地は限られています。まずはその辺りの地図を作っておきましょう。あとは情報が漏れるのを防ぐために春日山で草刈りをする必要があるでしょうね。となると隊を2つに分ける必要がありますね。いえ、それはダメです、健介様。少しは立場をお考えください。あなたはもう織田長尾同盟の立役者として顔が知られてしまっています。敵地に潜入してもすぐにバレてしまうのは必定。シノの言う通りですよ、健介様。健介様は春日山を出てはなりません。それは明日健介隊の皆を招集してから相談いたしましょう。はい、私たちは決戦に向けて調略と物資の準備を進めておきましょう。宇佐様、たった今空様のお屋敷から宇佐様宛ての書状が到着いたしました。わし宛ての書状？何の用じゃろうな。こちらです。苦労。いつもすまんな。付き人のようなことはさせてしもうて。粗骨者の私を拾ってくださったのは宇佐様ではございませんか。これぐらい何ほどのこともありませんよ。ありがたいな。今後もよろしく頼むぞ、貞子。お任せを。さて、空様はこの老いぼれに何をお望みなのじゃろうな。空様はなんと？春日山の市中警備に参加するとのことじゃ。市中警備ですか？春日山の治安維持の人数が先の戦で少のうなってしもうたからな。諸将に協力を要請しておったのじゃが、それに空様も乗ってきたというわけじゃ。この時期に市中警備に人数を割く？空様は春日山での人気を取りに来たのでしょうか？まあそういう意図もあるじゃろうがな。出張ってくるのはきっとあの小僧じゃろ。新田殿が？でもどうして？なんじゃ、わからんのか？はあ。ならよい。人が集まらんのは事実じゃし、ありがたく手伝ってもらおう。まあ釜の手入れは勝手にやるじゃろ。手配を頼むぞ、貞子。はっ。
何がようやくなのかわからんぞ、主様よ。世にも小夜叉にも出番らしい出番はなさそうではないか。クーバーの言う通りだぜ。まあ期待してなかったから別にいいけどよ。早く決戦しねえと面倒なことになんぞ。昨日から俺ら健介隊のことを嗅ぎ回ってる連中が増えてる。何人かぶっ殺してからはおとなしくなったみてえだけどな。当然じゃねえか。ぶっ殺したのは10人だな。10人とも身のこなしが違ってたから多分別々の勢力だろう。なんじゃ小夜叉、そういう時は世も呼ばんか。いや、さすがにそりゃまずいだろう。なぜじゃ。世も暴れたいのに小夜叉一人だけずるいのじゃのう、言う。はい、とでも答えるとお思いですか。まったくこの暴れん坊久保は。情報と傍聴といえばおたてと春日山です。しかしハニー、他国者である我らが城下町の警備などに参加できるのですか？さすが越後の怪人、私たちの意図を見抜いておられるようですね。意図を見抜いておきながら知らぬふりして便宜を図るということは、かのお人はどうやら心中決しておられるようですね。それで健介様、おたてに行くのは誰にするです？あやな、行きたいなって思うですよ。やめとけ。お前が行けばクボーも行きたいってダダをこねるだろ。それはそうですけど、小夜叉、なんだか大人になって面白くないです。うるせえよ。ではおたて組はどのような？却下です。私が赴きましょう。はい。先の戦で私は派手な槍働きはありませんでしたから、面は割れてはいないでしょう。ただ、こういったことは初体験ですから、うまくいくかどうか。大物見というわけですね。そういうことならなんとかやれそうです。それがしが参りましょう。やだやだ暴れたいとダダをこねていらっしゃったが、今は泣き疲れて眠っておられますよ。まあ今は捨ておいても大丈夫でござろう。どうせ決戦は間近なのでしょうからな。別段仲裁をしようというわけではござらんからな。まあ問題はないでしょう。将軍家の名代として正門から堂々と入り、おたての茶を堪能して帰ってくるだけでござるよ。
義理とはいえ姉妹同士の喧嘩など早々に終わらせるに限りますからな。承知つかまつった。そうですね。春日山組では足軽を指揮して警備に当たることになります。指揮の達者な梅さんを中心に組割りをしましょう。お任せあれですわ。組割りが決まったところで、健介様と綾菜さんには主に城内をご担当いただこうと考えていますが、よろしいですか？城内では主にお盾型のショーの調査をお願いしたいのです。外への備えは誰にでもできますが、内への備えは資格がなければできませんから。綾菜の仕事は健介様をお守りすればいいですね。わかったです。俺は部屋で寝とく。出番が来れば起こしてくれよ。御意ですわ、ハニー。どうしたの夏希？この夏希影虎、空様との決戦に備え作戦を考えてきましたの。ご覧になってくださいまし。では見せてもらおうかしら。もちろん。我ながら完璧な作戦を思いついたものですの。きっとお姉様にもご満足していただけますわ。それは楽しみね。夏希。はい、お姉様。この私たちの総兵力が2万というのはどのような前提から導き出した数字なの？相模の獅子の娘にして越後の龍の娘、この三郎影虎を慕ってくれている皆様の数ですの。兵種のほとんどが騎馬なのは？越後といえば馬といえば騎馬。この国の将来を決定する戦なのですから、牙を持って雌雄を決するのは当然のことですの。敵方の数が5000という根拠は？空様はおとなしい方ですから、きっとそれぐらいしか集められないはずですの。2万の兵に対し兵糧の準備が足りない気もするが。お盾の軍勢が威風堂々進軍すれば、民たちはこぞって兵糧を貢いでくださいますの。そう。なかなか良い作戦ね。お褒めに預かり光栄の至りですの。私、おぼろお姉様の一番弟子ですもの。そうね。でも夏希、この作戦を使うには今は兵が足りないでしょ？それはそうですの。どういたしましょう。ならばこの戦で2万集まった時のためにこの作戦は温存しておきましょう。いいかしら？はいですの。あら、人の多い館近くでカラスが鳴いているだなんて珍しいこともありますの。夏希、少し疲れました。御水を取りたいゆえ一人にしてほしいのだけれど。まあ、これは失礼いたしましたの。では夏希は部屋に戻って新しい作戦を考えてまいりますの。ええ、見せてもらうのを楽しみにしてるわ。はいですの。それではお姉様、何かありましたらお呼びくださいませ。姫野、来い。風魔小太郎、ご本庄様の命によりただいま越後に着任いたしました。九郎、姉上はご双剣であるか？はい。でもおぼろ様と夏希様のこと心配していらっしゃいましたよ。心配？
夏希様を甘やかしまくりじゃないかって。そんなことはないぞ。私は北条五色が一つ木曽内を背負う身として夏希には厳しく接している。本当ですか？本当だ。ならいいんですけど。で、ご本庄様から越後に行けってことしか聞いてないんですけど、姫の何をすればいいんです？ああ、いくつか頼みたいことがある。なんなりと。一つは春日山の情報だ。兵数、物資、それに誰が参陣しているかを調べてくれ。了解ですけど、私がする必要あります？こっちは直八幡が指揮を取るんでしょ？なら小娘が率いる軍なんて敵じゃないっしょ。そうだとよかったのだがな。どうやら敵方に厄介なものが味方しているらしい。厄介？誰のことですそれ？織田につながりのある人物。例の男だ。例の男って、ご本庄様が興味津々って言ってたあの男？そうだ。あの男、金ヶ崎で討ち死にしたって話だったのに、最近ひょっこり姿を現したって噂ありましたね。春日山にいたんだ。そうらしい。それに奴の子飼いには手だれの草がいるらしく、何度か草を放ったものの帰ってこない。ああ、直八幡直属の草はうちの連中の中でもマジ腕が立つやつらを選んでるのに、一体どういうことよ。新田健介が率いる通称健介隊には著名なものが多い。その中の一人が伊賀の服部だ。そいつの仕業だろう。伊賀の服部、この日の本の忍びの間でもかなりの有名人じゃない。へえ、そんなやつが春日山にいるんだ。勝てるか、伊賀の服部に。伊賀の服部を倒せば相模の風魔の名は全国に轟きますからね。やってやろうじゃない。頼む。了解。で、他の要件は？新田健介の調査だ。調査って何を？それがわからんのだ。新田健介、織田信長の夫にして幕府からもご免状をもらった男。その者が越後に現れたと思ったら、先日の内乱を瞬時に収めてしまった。奴には何かある。私はそう睨んでいる。なんかねえ、考えすぎなんじゃ？そうだと良いのだが、気になるのだ。新田健介を中心に人が集まり、事態が速度を上げて動いている。初代宗瑞様のようにな。新田健介が宗瑞様なら、相川差し詰めご由緒六家ってところ？姫野はやっぱり考えすぎだと思うな。考えすぎならばそれでよい。だが私たちは夏希の将来を考えてやらねばならん。邪魔になるもの全てを排除してな。了解。じゃあ姫野の仕事は春日山の探索と新田健介の調査ってことで。頼む。頼まれます。あ、ところでおぼろ様、姫から一つだけお願い。なんだ？伊賀の服部との喧嘩には口出ししないでほしいの。それは構わんが、どうしてだ？忍びには忍びの戦があるってこと。分かった。約束しよう。ありがとう。それじゃあ風魔の歩き組100名姫野の指揮で動かすから吉報を待っててね。さて、情報を集め状況を分析した後はいよいよ決行だ。この戦必ず勝つ。宇佐美、あんたを呼んだ覚えはないけど。おやおや、ほうけていると思ったが、そうでもないようじゃな。少しほうけ気味よ。気持ちはわかる。じゃが、これも国知の定めと分かっておるのじゃろ。当たり前じゃない。その割には辛そうな顔じゃの。大方、どちらも助けたいとか、都合の良いことを考えておるのじゃろ。
都合の悪いことを言われて膨れ面を見せるのは子供の頃から変わらんの。望まないことを押し付けられたら誰だって機嫌が悪くなるわよ。望まないことか。相変わらず愛する者が絡むとまっすぐにしか考えられん直情姫じゃな。うさあんた喧嘩売ってるのかしら。すぐに威圧するのも悪い癖じゃ。そんなことをしておったら小僧が逃げてしまうぞい。今はあいつのことなんて関係ないでしょ。ほう、皆に内緒で毘沙門堂にしけ込んでおいてよくもそんな口が聞けるわい。御大将よ、わしはな今の状況を歓迎しとるのじゃ。歓迎？うむ。なぜならの御大将が生きているうちに二人で競い合うことができたからじゃよ。気づいたか？そういう手もあったのね。うむ。普通ならば無理であろうが今越後にはおるじゃろ。無理を殴りつけ道理を蹴っ飛ばしてでも己の心に従って動くバカ者が。でもうん？私はあいつに頼りっぱなしになる。それが悔しいのよ。腹立たしいぐらいに悔しいの。そうか。うさ、私どうすればいいと思う？それはわしが決めることではないのじゃ。そんなの分かってるわよ。じゃがのバカが一人おろうが二人に増えようがバカさ加減に変わりはなかろう。己の心に従う者が増えたとしても良いのではないかとわしはそう思ってあるのじゃ。国主ではなく長尾美久影虎としてバカになっても良いのじゃぞ、愛しのバカ姫よ。